はい、じゃあ次は、ちょっとこの辺のポイントとかラインとかは一旦もういらないので、消して分かりやすいようにしときますね。で、こっちもいらないので消しとくと。で、今 X 方向にポイントが3つ、出てるので、今度 Y 方向にもポイントを増やしたいんですけど、この場合にフォア分を入れ子構造にするっていうことをやります。なのでちょっと一旦このフォア分を入れ子構造にして、x ナムのところを変数これ x ナムのところを変数 x にして、次に y 軸方向に、点を何個打つかを y ナムとすると、このフォア分には、スモール y に変数を入れたいと思います。なので y ナムを例えば4個にして、 y ピッチを例えば、300にします。で、これでちょっと一旦走らせてみましょうか。i がないから i を x に変えますね。x に変えると、これなんかさっきと何の変哲もないように見えますけど、同じ位置にポイントが4つ打たれてて、テキストも4つ同じ位置に打たれてるのが分かります。で、これはフォア分が今入れ子になってるからで、先にちょっと正解を書いちゃいますけど、x 軸方向にポイントを打つと同時に y 軸方向にもこういうふうにポイントを今打っていきたいんですね。なのでちょっと今テキストこのポイントを打つところを y ピッチかける y にすると。で、こっちも y ピッチかける y にして、同じように走らせてみると、今度は、ちゃんと同じところには打たれずに y 軸方向に広がったのが分かると思います。で、今文字列が x しか書いてないので、y、プラス str ストリングのスモール y にすると、分かりやすいようにどっちも300のピッチにしておきましょうか。そうするとこれ順番に見ていくと、このフォア文を見ていくと、まず10行目で最初に、y に0が格納されます。で、11行目で x に、0が格納される。これもちょっとやってみましょうか。プリント文でx イコール%s で y イコール%s にして、%で x と y を2つ入れると、x と y の値がここに
代入されます。なのでちょっとこれでもう一回走らせてみますか。ここの出力のところを見ると、1番目、つまり最初はy に0が代入されてて、でこの11行目で、x に、0が代入されるので、12行目で、この文字列がこういうふうに出力されてます。で次にこうポイントを打つわけですけど、x ピッチが今300、y ピッチも300で x0、y0 なので、これ000ですね。で000にポイントが打たれているので、最初このポイントが打たれるわけです。で文字列も x0、y0 なので、x0、y0 が、先ほどの原点から20引かれたところに、打たれるので、ここに引かれます。ここに打たれると。でそういうふうにここまで23行目までいったら、もう一回、フォア文のところに戻るんですけど、今度はフォア文が入れ子になってるので、10行目に戻るんじゃなくて、次に11行目に戻ります。つまり23行目までいったら、11行目に戻って、先ほど x に0が代入されてましたけど、次に x に1が代入されます。で y は0のまま。ここ10まで戻ってないので y は0のまま。なので、x に1が代入されて y に0が代入されると。でこの12行目でこの文字列が出力されるということですね。なので、ここのポイントが 300×1 なので300ですよね。でこれが 300×0 なので、ここが0だから、ここは300のところにポイントが打たれるわけです。でこれがこのポイントですね。で同じようにテキストもx が0、y がごめんなさい、x が1、y が0なので、このテキストが先ほどのポイントよりも20低いところに打たれるので、ここに打たれると。で、この23行目までこれでいったので、もう一回こう戻るときには、このまだ xnum のレンジが、全部で、2の値までいくはずなので、まだ10行目まで戻らずに11行目に戻って、y に次は、2が代入されます。で、ごめんなさい、x に2が代入されて、y は0のまま。だから12行目で、こいつが出力される。y が2、ごめんなさい、x が2、y が0。ってことはこれが、600、00になるので、こいつが代入されるというふうに、これ順番に、ここまでいきますよね。テキストも出力されると。で今度この xnum の値が3だから x が2までいったら、このレンジの値がレンジで作られる配列の数が終わるので、ここまでいったらようやく10に戻ります。そうすると今度 y に先ほどまで0が代入されてたんだけど、次1が代入されて、で今度11行目に行きますね。で、10まで戻ったので、一旦この11行目のこのレンジがリセットされて、またy にごめんなさい、x に0が代入されるところからスタートします。なのでもう一回言うと、y に1が代入されてて、x に0が代入されるので、この12行目のこのプリント文では、ここですね。ここですね。y が1、x が0。
というふうに繰り返されると。でまた23行目までいったら10まで戻らずに11に戻って x が1個増えます。なので x1 になってるけど y は1のままなので、ここは y が0のまま、この3つは y が1で x が1個ずつ増えていくわけですね。で y が2の時も x が1個ずつ増えていくというふうな、フォア文になります。これ入れ子ちょっとどこにどの変数が来てるのか分かりにくいんですけど、x と y に順番にどの値が入るのかっていうそのプログラムの流れを頭の中でイメージしてください。なんで入れ子が深いやつほど最初にループして、この深い入れ子が終わったら外側のループに行ってまた中のループに戻るというふうな順番になります。なので描画される順番としてはこれが最初で、次に y が1になるので、x が0に戻るから次にこのポイントが出力されると。でこれでフォア文が、このフォア文が一旦終わるので、次にまた y が2になって x が0から戻るのでこれが出力されて、最後、この順番で出力されると。で全部 y のレンジも終わったら、フォア文を全部抜けるので、ここに戻ると、エンドが出力されると、そういう順番になってます。でこことっても最初は多分ややこしいと思うので、このフォア文が入れ子になっている状況をちゃんと流れを終えるように自分の頭で流れを追いかけてみてください。でこれができちゃいすれば、あとはここを10にしてここを20にして、例えばここを150、ここを100とかこういうのにしてもプログラムでこういうふうに、書いてくれるのですごく便利ですよね。